おはようございます。たかしです。本日は5月23日木曜日、ただいま8時57分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信してます。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。昨日も陽線で、おとといこれ少し揉み合ったんですけれども、このローソク足の形からここから下落する可能性を昨日話していたと思うんですが、おとといの高値を上抜けてきました。そうなると次はこの高値ですね。200.6付近がターゲットになってきますので、そのあたりを目指して現在は上昇していくだろうと考えられます。ただ、冷やしストキャスティクスは高値圏です。もちろん現在トレンドがかなり強く出ておりますので、このまま高値圏に張り付いたまんま上昇していくっていうことも考えられますが、基本的な考え方としては、ストキャスティクスが高値圏にあるときは、やはりいつ調整の下落をしてきてもおかしくありませんので、現在ですと為替介入が入ったこの高値でのダブルトップっていうところも意識されやすいので、そこはご注意ください。では4時間足です。4時間足は黄色のゾーンを上抜けてきて、そこで昨日浅めの押しからの上昇になっております。現在のところすごく分かりにくい動きをしているんですね。ここ1週間ほどずっとじりじりと上昇してきてます。一昨日から昨日にかけて押しを作ってますので、強いて言うならそこで押しを作ってくれた。でもこの押しも結構浅いので、エントリーはすごく難しかったと思います。できれば GMMA の青帯ぐらいまで押しをつけてくれると分かりやすいんですが、ここみたいな感じですね。5月の16日のこの下落みたいな、こんな感じで GMMA の青帯に押しをつけてくれると、次の上昇の流れには乗っていきやすいと思いますので、まずは一旦の下落を待ちたいところですね。4時間足もストキャスティクスは高値圏です。もちろん昨日みたいにこれ今 GMMA の赤帯に沿って上昇してますよね。ですので、こういう動き方をしてくる可能性があるので、浅めの押しからの上昇っていうところも考えておきたいです。深く押しが入ってくるようですと、198円ぐらいまで押しが入ってくる可能性は考えておくといいと思います。では1時間足です。1時間足は GMMA の青帯に沿って綺麗に上昇してますね。昨日、一昨日のこの下落、そして昨日の前半、GMMA の青帯付近で値固めをしてからのそこからの上昇になっております。これは昨日のイギリスの CPI の結果での上昇ですが、それまでの動きを見ていても上昇しそうな雰囲気はありましたよね。そして現在は CPI で上昇して、そこでの揉み合い、現在 GMMA 付近で再び値固めをして上昇していくのかっていうところですね。インジケーターは方向感がありません。Mac ではちょっと弱くなってきておりますので、もしかすると先ほど言っていた4時間足の GMMA ぐらいまで深めの押しをつけてくる可能性も考えておきたいです。ただ、基本的には1時間足も上昇トレンド中ですので、押しをつければそこから買っていく方が値幅が伸ばしやすいので、トレードはやりやすいと思います。では次はドル円を見ていきましょう。まずは冷やしからですね。直近ではこの黄色丸の高値が意識されそうなポイントまで上げてきました。最終的には160円付近を目指して上昇するのかなとは考えておりますが、直近のこの黄色丸の高値でのダブルトップも意識されそうなポイント、ストキャスティクスも高値圏にありますので、本日は一旦下落方向の動きには注意が必要です。この黄色丸の高値を明確に上抜けてくれば、次は158円とか160円を目指して上昇していくだろうと思いますが、まずはここを上抜けられるかどうかに本日は注目です。ストキャスティクス高値圏にあるということは、当然ここからダブルトップで下落する可能性があるということですので、そこはご注意ください。では4時間足です。現在はじりじりと上昇してきておりますね。上昇の幅も小さいですし、上昇の仕方も分かりにくいんですが、15分足ぐらいでここに小さくトレンドを作ってますよね。ですので現在はこの上昇のトレンドに乗っていくという感じです。先ほど言っていた黄色丸の高値がここですね。156.7 付近になるんですが、昨日の上昇でその辺付近までは上昇してきているんですね。本日もここから上昇していけるかどうかに注目。そしてこの昨日の高値を明確に上抜けてくると、次はオレンジの水平線ぐらいまで上昇する。158円ぐらいまでの上昇を考えておきたいです。ただ、昨日の動きを見ていても上昇の仕方はすごく分かりにくいですよね。じりじりと上昇してますので、一旦ストキャスティクスも高値圏ですし、やはり基本は一度押しを待ちたいところですね。一旦押しをつけて、そこからストキャスティクスの過熱感をある程度解消してからの次の上昇の流れをイメージしておく方がいいかもしれません。そして昨日みたいなこういう動きですね。じりじりと上昇しているこういう動き方って逆張りをしたくなるんですけれども、GMMA の傾きを見ていただいてもわかるように上昇トレンド中
ですので、基本的には逆張りじゃなく、押し目買いでついていくのが安全です。では1時間足です。ブログでも書いてましたこのピンクのゾーンに現在は突入しております。ここを上抜けてくると上昇しやすくなると思うんですが、今は結構上値が重くなりそうなポイントにありますので、ここからの一旦の調整下落、先ほど4時間足の GMMA の青帯ぐらいまでの下落ですね。そうすると、156円ぐらいまでは下落してくる可能性がありますので、156円ぐらいまで押しをつけてからの上昇になるのか、それともこのままピンクのラインを上抜けてからの上昇になるのか、というところを見ておきたいです。今、日足も4時間もストキャスティクスは高値圏、そして1時間足もストキャスティクス高値圏にあるので、本来なら一度押しを待ちたいところなんですけれども、今のこの動き方を見ていると、じりじりと上昇してますので、15分足で上昇トレンドを作っているんですね。ですので、1時間足ではなくって、15分足を見て、その15分足の上昇トレンドに乗っていくのが今は分かりやすいかもしれません。ただ、現在地っていうのは売り圧力も入りやすいところですので、もしかすると深めの押しを作ってくる可能性、先ほどの4時間足の GMMA ぐらいまで押しを作ってくる可能性も考えつつ、基本的には現在作っているトレンドに乗っていくというところで、15分足もしくは1時間足の上昇トレンドに乗っていくっていう考え方でいると、エントリーの方向が分かりやすくなると思います。また今日は PMI の発表がたくさんありますので、そこでの乱高下も考えられるので、そこは十分ご注意ください。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。こちらは7月から値上げをしますので、ご興味があれば6月30日までにご登録をお願いします。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。